眼科医の平松です。今日は緑内障の人が食べてはいけない、できれば食べない方がいい食べ物についてお話ししようと思います。今日の動画を聞いていただけると、どんなものを食べればいいのか、そしてどういうふうに気をつければいいのか、その理由っていうのをお伝えできるかなと思います。じゃあ、どういうものを食べてはいけないかっていうことなんですけど、精製糖っていうものですね。精製糖って食べたことないよって思うかもしれないですけど、要はですね、砂糖とか、炭水化物の白いものとか、そういうのってよく悪いって言われるじゃないか。それの一種が精製糖っていうものです。例えば、食パンとかのすごい甘いものであったりとか、お菓子とかもそれに分類されますし、甘くしたような、もちろんお砂糖のね、飲み物や、食べ物。これがいわゆる精製糖っていう風に入ってくるわけですね。白いお米っていうのも、大量になってくると、いわゆる精製糖というのの近いもんだ。イコールではないんですけどもね、仲間だと思っていただけるといいと思います。で、本当なのと、もちろんね、糖分が悪いのはなんかわかるけれども、ちょっとだけでしょと。そんな感じのイメージを持たれると思います。で、じゃあ、どうなのか。今まで分かっていたのは、昔言われていたのは、糖尿の人は緑内障に良くないよと。だから、糖尿にならないように糖を取るのやめましょうってことは、昔から言われてたわけですよ。でも、それだけじゃないんだなと。糖尿じゃなくても、糖には気をつけなければいけないっていうことが分かってきたんですね。どういうことか。糖尿の人はもちろん糖が悪くて、例えば3026人を対象とした研究があります。で、何もない人、つまり、いわゆる血糖とかが高くなったりとか全然してない、健康的な生活の人っていう方が分かりやすいかもしれないです。の場合は、糖尿になるのが 2.6%。で、全糖尿病、いわゆる糖尿みたいな感じで、いわゆる血糖が上がってる人、簡単に言うと甘いものを食べてる人ですね。っていうのは 3.5%。で、糖尿病の人は 9.5%。つまり、糖尿の人はもちろんね、何もない人に比べて3倍以上、4倍ぐらいですかね、ぐらい、悪いわけですけれども、糖尿があなたが持ってない。全然私糖尿じゃないんですと言ったって、倍とは言わないけれども、1.5 倍ぐらいの悪さっていうのがあるっていうのが、基本的にわかるわけなんですね。じゃあ、なんで糖が悪いのかってことになってくるんです。なんか糖って悪いってよく言われるけれども、なんかそれって適当に言ってるんじゃないのとかっていうイメージあるんですけど、実際それっていうのは、科学的に、考えられていることです。で、これ一つ考えられているのは、微小血管のダメージって言って、簡単に言うとですね、血管の中を血糖が流れていくわけですね。で、血糖がただ流れていくことが悪いんじゃないんですよ。それが悪いんじゃなくて、血糖って多いと血管の壁にこびりついてしまうんです。こびりついた血糖は、その血管を壊してしまったりとか、ダメージを与えて、そこから血液が漏れてきたりとか、いろいろしちゃうわけなんですね。要は、土管の中に血糖が流れてると思ってください。それがすごくたくさんあると、ヘドロのようにくっついて詰まってしまって、そうすると、土管を腐食して、腐らせて壊してしまうじゃないですか。そんな感じのイメージですね。ってなると、血の流れが本来ビュンビュンと流れているものが、ちょっと漏れちゃったりとか、血液の流れがよどんだりしてしまうわけですよね。ってなると流れが悪くなってしまう。だから、血液は詰まりやすくなったりもするし、流れが悪くなったりもしてしまうわけです。流れが悪いのが何が悪いのってことなんです。緑内障って眼圧なんじゃないのと。確かに眼圧なんですけども、眼圧によって受けたダメージは神経が食らっていくわけですね。で、それで細胞が死ぬか死なないかっていうのは、基本的に血流では結構決まってくるわけですよ。血の巡りが良くて回復が良ければ、ちょっとぐらいダメージ受けたって、緑内障の神経の細胞って死なないわけですよね。または神経自体が強ければ。だから、眼圧が34、40はちょっと無理か。30ぐらいあったとしても、全然視野が悪くならない人っていうのは結構います。一方で、例えば神経が弱かったり、血流が悪かったりする人の場合は、眼圧がじゃああなた12ですとか、15ですとかって言ったって悪くなっていくわけですよ。ですから、あなたの血糖が普段、正常範囲だとしても、いわゆる糖尿病じゃない範囲だとしても、なるべく低め。もちろんね、何にも食べないでカラカラにするとかって意味じゃないですよ。その極端ではなくてね、甘いものを食べて、突然血糖値をブワーンと上げるっていうのが良くないわけなんです。じゃあ、なんでその精製糖が良くないかっていうのは微小血管、血管が悪くなって、そのために神経が悪くなる。ここまで分かったじゃないですか。じゃあ、
精製糖じゃなくったって全ての食べ物は血糖値を上げるわけですよね。じゃあなんで精製糖、つまり甘いものとかそういうのが良くないのかっていうことですね。よく白いものが良くないっていうのはよく言いますね。白く精製されたものがですね。っていうので、そういうのが良くないのかっていうと、血糖値が急激に上がるから良くないっていうふうに言われるわけなんです。つまり、例えば砂糖を舐めます。そうすると体の吸収がすごくいいんですよ。体の吸収がいいっていうとイメージいいですけども、それは、決していいことだけではなくて、血糖値っていうのが体の中にも本当にすぐに血液のところに食べた血糖が流れていくわけですよね。そうすると、今までの血糖値はほどほどだったのが、スパーンと上がってきちゃうわけですよ。ってなると、要は、さっきの話で言うと、土管の中に、今まではちょろちょろちょろって血糖が流れてたと。で、それが、ブワーっと流れていけば、周りにこびりついたり、ひっついたり、へばりついたり、その泥がしやすいですよね。例えば、ちょっとした泥が流れていて、もうサラ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 流れてれば、泥なんてこびりつかない。じゃあ、ゆっくりゆっくり血糖値が上がる。つまり、本当にちょっと2粒3粒流れてるような泥が、ちょっと4粒5粒に増えたところで、周りにくっつかないわけじゃないですか。つまり、大量に流れてしまうと、それには血管に負担をかける。つまり血管にくっついたりとか、血管のダメージを与えてしまう。だから、急激な血糖値の上昇をしたりしてはいけないんですよ。つまり、これって総カロリーは一緒でもってことですね。ちょっとだけ3粒の泥が4粒5粒になったっていいのに、ブワーンと増えるのが悪いっていう風なイメージで、精製糖、つまり糖分を急激に取るのが良くないなっていう風に思ってください。言い方変えると、急激に上がらないような、いわゆる食事であれば、別に十分取っていただいた方がいいですし、きちんと、もちろんね、オーバーに取っちゃいけないですけれども、適切な量を食べていただくことは全然問題ないわけですよね。だから精製糖ではなくて、要は、野菜みたいなもんであったりとか、いわゆるタンパク質のもんであったりだとか、米とかであっても麦芽みたいな、ああいう麦芽と言わないか、玄米とかああいうものであったりとか、そういうものにしていただいた方が、より穏やか、ゆっくりに血糖値が上がっていくので、負担が減ってきますと。じゃあ、本当にそれだけの問題なのかっていうと、実はそれの問題プラス体重って問題もあるんです。もしご希望があれば体重がどのぐらいがいいかっていうのもちょっとお伝えしようと思うんですけど、上がりすぎても下がりすぎてもちょっと悪いんですけれども、ですね、メタボがある人の場合は、だいたい 5.3% ぐらい緑内障で、ないと 3.6%。倍とは言わないけど、やっぱりメタボっていうのも結構重要になってくる。ここに論文名が書いてあるので、ちょっとね、後で見ていただければと思うんですけど、そういうわけなんですね。だから、もちろん太ってしまうということ自体も悪いんです。じゃあ、太ってない人が、いわゆる甘いもの食べるのは OK なのかっていうと、太ってなくてもやっぱりダメですね。いわゆる太りすぎは良くないし、かつ、痩せていたとしても血糖値を急激に上げるような生活、いや、私痩せてるからいいんです、みたいな感じで、お若い方とか、そういうふうに取られる方いるんだけども、痩せてるからといって、血糖の急激な上昇、下降というのがいいわけではないというふうに思っていただければと思います。こんな感じで私いろんな情報をアップしてきますので、よろしければチャンネル登録っていうのをしていただければと思いますし、今日は血糖の話したんですけど、皆さんに興味があることっていうのはちょっと私にはわかんない部分があるので、もし今回の話とかもうちょっと聞きたいとあればコメント欄に書いていただいたりとか、いいねとか、たくさん見ていただくと、これみんな興味あるんだなってわかるんで、ぜひぜひそうしていただければと、あとこういうことを聞きたいっていうのも、あれば書いていただければなというふうに思います。また、下の方に、動画の方に再生リストっていうのがあるので、血糖に関わらず、コーヒーとかチョコレートどうなのとか、そこら辺もアップしていますので、アップしてありますので、見ていただければと思います。よろしくお願いします。